山形有朋の政治思想の分析。イントロダクション。今日の話題は、明治時代の政治家であり、日本の近代化に深く関与した山形有朋についてです。山形有朋の政治思想を3つの主要な観点から分析します。それでは、ずんだもんと四国メタンによる対話を通じて、山形有朋の政治思想を探ります。山形有朋について。山形有朋って誰なのだ？山形有朋は明治時代の日本で最も大切な政治家の一人で、日本の近代化に大きな影響を与えた人物よ。彼は日本の第3代内閣総理大臣で、また日本の近代教育制度の基礎を作った人物でもあるの。彼のリーダーシップと政策は、日本が西洋の先進国と対等に立つための基盤を作り上げたのよ。それはすごいのだ。でも、どういう意味で彼が日本の近代化に関与したのだ？山形有朋は西洋の科学技術や制度を学んで、それを日本に導入して近代化を進めたの。それから彼は日本の教育制度を確立して、国民全体の教育レベルを向上させることによって、日本の社会や経済の発展を促したのよ。山形有朋の政治思想。山形有朋の政治思想って何なのだ？山形有朋の政治思想は、富国強兵と文明開化の2つの大きなテーマに集約されるわね。富国強兵は、国を富ませて軍を強化するという意味で、これにより日本は西洋の先進国と対等に立つことができたの。文明開化は、西洋の文明を取り入れて日本を近代化するという思想で、これにより日本は急速に近代国家として発展して、世界に影響を及ぼすことができたのよ。どんな政策をしたのだ？例えば、富国強兵の思想のもと、彼は経済政策や軍事政策を推進して、日本の経済力と軍事力を強化したの。それから、文明開化の思想に基づいて、彼は教育制度の改革を言って、西洋の科学技術や文化を学ぶことを促したの。これらの政策は、日本の近代化を大いに推進させたのよ。山形有朋の影響。山形有朋の政治思想は、今の日本にどんな影響を与えてるのだ？山形有朋の政治思想は、日本の経済発展や教育制度の基礎を築くとか、今日の日本社会に大きな影響を与えているの。それはすごいのだ。彼の影響は、今も日本にいい影響を与えてるのだな。まとめ。山形有朋は、日本の近代化と国際的な地位向上に大いに貢献した政治家であり、その政治思想は今日の日本に多大な影響を与えています。彼の思想を理解することは、日本の歴史と現在を理解する上で非常に重要です。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。